こんにちは。旅と鉄道のチャンネルです。今回は大阪から京阪電車に乗って終点の京都出町柳に来ております。この駅は叡山電鉄の起点駅でもありまして、これから少し時期が早いかもしれませんが、もみじを見に貴船神社に行ってみたいと思います。まもなく3号線から15時ちょうど発パノラマキラーが貴船口方面車に入りましたいたします。ご利用くださいましてありがとうございます。この電車は浦和行きです。次は元田中です。こちらの列車、叡山電鉄が誇るパノラマ列車キララという車両になります。ご覧の通り窓が広く上の方まで見渡せるような観光に特化した車両となっております。列車は始発の京都出町柳を出発して、こちらが3つ目の駅、ラーメンの町一乗寺、近くに京都ラーメン街道がございます。比叡山口行きご利用のお客様は後ろの踏切を渡り真ん中のホーム2番乗り場でこの後参りますや比叡山口行きお待ちください。さらに2つ進みますと、比叡山野生遊園方面の分岐駅宝ヶ池に到着。そこからさらに6駅進んで、始発の出町柳からは11駅目が市原駅となります。ありがとうございました。市原に到着です。列車はこの駅を出てしばらくするともみじのトンネルへと入ってまいります。車掌さんの案内の通り、この市原駅から次の二ノ瀬駅の間にかけて叡山電鉄の名物もみじの通り抜けという区間がございまして、その間は車窓を望むため徐行運転が行われるということでございます。ご案内いたします。電車はまもなくもみじのトンネルを通過いたしますので、車窓をご覧ください。さて、時期が早いとちょっと懸念していたもみじですが、なかなか色づいておりまして、まだちょっと漬物で例えると浅漬けといったところでしょうが、これぐらいもなかなか綺麗なものでございます。秋のシーズン11月3日から26日にかけて、このもみじのトンネルの区間が夜間ライトアップされているそうです。では、もみじのトンネルも終わりまして、市原の次の駅二ノ瀬駅に到着です。この次の駅が目的地の貴船神社の最寄りの貴船口、さらにそのお隣が終点の鞍馬というような格好になります。叡山電鉄は全長14キロ程度の小さな鉄道会社になりまして、略して叡電とも言うそうです。始発の出町柳から終点の鞍馬まで乗ってもだいたい30分ぐらいの所要時間となります。では、貴船口に到着。この車両、観光需要に特化した展望型車両キララと言いますが、2編成ありまして、
こちらがメイプルグリーンという色で、前方からやってきますのがメイプルオレンジとなります。メイプルグリーンは過去には赤く塗られておりまして、その時はメイプルレッドだったんですが、塗り替えられてメイプルグリーンに変わったということでございます。では改札を出てまいりました。こちらの貴船口の駅から貴船神社までの距離はおよそ3キロほどありまして、ちょっと歩くと辛いのでバスを利用させていただきました。ただしバスで進めるのはおおよそ2キロで、残りの1キロは徒歩という形となります。ただバスから眺めてますと、かなりたくさんの方がこの3キロ全て歩かれている印象でございます。次は貴船臨時バス停終点です。このバスはここまでです。今日も京都バスをご利用くださいましてありがとうございました。紅葉のシーズン11月3日から26日にかけてはいつものバス停より少し手前に臨時バス停が設けられておりまして、この期間はここで無理に降ろされるという形になっております。距離にしては 4,500 メートル、時間にして5分ぐらいロスをするという感じではございますが、道中いろいろと飲食店や宿泊施設など、それから色づき始めたもみじなどなど、こちらは枯葉で作ったハートマークですが、見れるところがいろいろとございまして、退屈はいたしませんし、むしろそれが楽しいとも言えると思います。では臨時バス停の方から10分少々歩きまして、貴船神社の鳥居前にやってまいりました。鳥居をくぐりますと2分少々石段が続きます。石段の左右には朱色の灯籠がありまして、これは結構有名でございます。石段を上りきりますと本殿と拝殿がございますが、ご覧の通りの行列ができておりまして、おそらく30分ぐらいはかかるんじゃないかと思いましたので、今回は参拝を諦めて奥宮の方で参拝したいと思います。見えてるのが拝殿、その奥に本殿があるという形になろうかと思います。こちらが舞台の方になります。ここも人混みでございましたが、こちらの方はなんとか撮影ができましたので、舞台の先端からはこのような景色となります。さて、今のシーズンどこに行っても人混みで撮影しづらい環境の京都ですが、それでも人気の清水寺や金閣寺に比べると人出は少ない方かと思います。さて、裏口の方から出てまいりまして、奥宮の方に行ってみたいと思います。
奥宮はもともと貴船神社の本殿だった場所でございますが、過去に水害があり現在の場所に移転したというようないきさつがございます。さらに1キロほど奥の方に登っていくような形でおよそ10分ほどの道のりとなります。道中貴船川沿いの道を進んでいきますが、道の両サイドにはさまざまな店舗がありまして、日本料理から洋風のスイーツまでいただくことができます。特に川床料理というのがありまして、鮎や名物の湯葉などいただくことができます。夏場にはかき氷、アイス、それから流しそうめんなど有名なようでございます。奥宮の手前にはご神木相生の杉という巨木が立っております。この木のすぐ前に奥宮に続く鳥居がありまして、別に参道が設けられております。この参道はなかなか距離がありまして、300メートルぐらいありそうなそんな道となっておりますが、なかなか風情がありまして雰囲気のいい参道だと感じました。道中トイレや自動販売機、休憩所などもありまして、その辺は安心して参拝できる環境が揃っております。さて、こちら貴船神社でございますが、水の神様を祀っている神社でございまして、全国に2000社ほどあると言われている水神の神社の総本社ということになっております。創建の方は極めて古く、できた年代は不明だそうでございます。一応の記録に残るものとしては、1300年前白鳳6年、西暦666年頃、社殿の建て替えが行われたという記録がございます。その後、永正元年1046年頃にここに水害が起きまして、その後数年の歳月をかけて現在の場所に移り、こちらは奥宮という扱いになったという経緯でございます。ということで参拝を済ませまして、私は YouTube の成功を祈らせていただきました。期間限定でこのような出店が広場に出ているようで、11月26日まで続いているようです。アクセサリーのお店と、あとちょっとした飲食店が出店されております。それと同じ期間に夜間ライトアップもされておりますので、こちら11月26日までは夜8時半までやっておりますので、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。ということで、今回は叡山電鉄に乗って貴船神社に行ってみたという動画でございました。あと叡山電鉄のもみじの通り抜けも夜間のライトアップがされますので、合わせてお楽しみいただければと思います。今回は貴船神社だけでしたが、隣の鞍馬寺にも一度足を運びたいと思いますので、年内にもう一度訪れる可能性もございます。その時はまた動画を作らせていただくかもしれません。ということで、ご視聴ありがとうございました。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。お足元にご注意ください。Please watch your step